じゃあ、よろしくお願いします。動画撮りの始めようとしていよいよとかいろいろトラブルがあってね、はい、なんとテイク3になってしまいましたね。今5時間ぐらい撮りましたからね。最初はね、一生懸命喋ったのに何も撮れてなかった。結構最初がいいことを言ってたので、そうなんですもったいなかったなっていうのはあるんですけど、はい。まあでもまたいつか出るとね、いいかなと思うんですけど。どの辺から話しますかね。自己紹介簡単に。自己紹介。はい。恵子です。私は、3歳くらいから9歳くらいまで実の兄からで、9歳、10歳ぐらいから15歳くらいまで実の父から挿入を含む近親性虐待を受けてきました。で、中学3年の時に、母親にもそれが知れることになったんですけども、何の介入もなく地方で親戚中が一つの町に集まっているようなところでしたので、みんなのために黙っておいてくれとか我慢してくれとか、そんな感じで、自分でもいつまでも引きずっていても生きていけないので、なかったことにして、生きていこうと自分で決めて、それなりに今夫でもあるパートナーとも知り合ったりして普通に暮らしてこれたんですけれども、2001年に自分の店をオープンして、そのあたりから前からアルコール依存とか、パニック障害、あと睡眠不足とかがひどくなっていって、2005年に、底付きをしてカウンセリングですとか、何件か精神科医とつながった後、2007年の4月から、本格的なトラウマ治療を行ってくれる主治医と出会って、そこで自助グループというのを知って、参加するようになり、2013年に、近親間虐待の被害当事者に特化した自助グループを立ち上げて現在に至っています。でその、活動の中でタンクローさんとつながることにもなったし、その通っていたクリニックでもご一緒したりして、それで、こういう機会をいただくきっかけになりました。はい。こういう対談で中に私は笑いが入っちゃうんですね。対談だけじゃないんだけどね。これがね、もうちょっと治るといいなと。そうですか。私の一応自己紹介なんですけども、恵子さんとは、そういう、お互いの違う流れで最終的に同じ、主治医にかかることでつながることができたんですけど、私自身はもともとはちっちゃい頃から2歳下の妹に夜な夜な体を触るようなことを、2、3年ぐらい続けてたんですけど、大人になってから主に大学卒業して電車通勤になってから、痴漢行為を繰り返すようになって、やめられなくなり、で何度捕まっても、やめられずに最終的には刑務所に刑務所行っても治らずに、2回刑務所に行って、で挙句の果てにやっと、今、恵子さんと同じ主治医につながって、治療をする中で、なんとか、今は再発
その状態になってから15年ぐらいになるんですけど、でそんな中で、恵子さんとは当事者として、こう世間話みたいなクリニックでお会いしたりとか、いろんな機会でお会いすることはあったんですけど、たまにねどっかで呼ばれて2人でお話を一般の人にするという機会もあったりして、でその中で恵子さんの方の、自助グループというか団体の方でその修復的司法っていうのを性暴力に絡めて研究されてた、小松原さん、小松原織香さん、はい、を、呼んで、それについてお話をいただくということで斉藤先生を、絡めて、はい、やったのがきっかけで、私もその修復的司法とは何ぞやみたいなのを勉強させていただく中で、これはその修復的司法って軽い犯罪ではいろんな随分活用されているようなんですけど、性暴力っていう加害と被害者のっていうのは非常にハードルが高いっていうこともあって、で実現するのはなかなか難しいんじゃないかって話もある中でもその加害者を被害者ともう加害者も救われるというかにとっていい方法って自分が被害者にとっては何をされたのかどういうことだったのかっていうで加害者にとっても、自分は何でそれをしてしまったのかっていうことを理解するためには可能であれば加害者と被害者の体験なり考え方なりを伝え合うことで、何か得られるものがあるんじゃないかということで、直接の事件の当事者だと難しいかもしれないけど、恵子さんとかと私みたいなある程度関係性ができている間で、あれば少し、修復的対話みたいなのが、可能なのかもしれないなみたいなことでちょっと、試しにやってみようみたいなノリで始めた。なんか別デメの修復的手法とかをテーマにした対談では、小松原さんが本人とかでも書いてあるんですけど、その研究を始めた当初とかには、加害者、性犯罪だと被害当事者と加害当事者を対話させるっていうのは絶対ダメっていう、そういうのが一般的な流れ、日本では流れだったみたいで、でも実際自助会の中で当事者の中には、その加害をした人と直接話して、なんであんなことをしたのか、どうしてそういうことをしてしまうのかっていうのを本人に向かって当事者が聞きたいっていうのがたくさんありと声が上がっている、そのギャップっていうのを感じていたっていうことも対談の中に語っていたし、私たちっていうか私も、そう思い続けてきたので、その直接的な対話が、したいって言って私も父親と母親とあと主治医を交えて対話っていうか診察なんですけど、そこに呼んでお話ししたっていうことがあったんですけども、それが、
大体加害者であるお父さんっていうのはそういう場には現れないっていうのがほとんどで、だからまあ当事者本人がその父親なり加害者であるその近親者のところに行って直接話をしても思うようにこう話ができなかったりそこの周りにいる家族からもなんか黙っていてくれとか下手すると逆に責められる被害当事者の方がそういう辛い思いをして帰ってきてしまうっていう人が多いから、まあ安全に対話できたりとか、あと、別の方法はないかなっていうのをいろいろ考えていたんですけどね。実際そのお父さんを交えたそのセッションでも、まあ、なかなかうまく思うようには。そうなんですよね。ひどい話でね。なんか最初は全然認めなくて、どんどん少しずつ認めた感じなんだけど、やっぱり最終的には私が記憶しているものと、他の母親だとか姉とかも納得していることに対しても自分では絶対していないって言い張ったりとかするっていう。でその後何日かかけて電話した時に、認めたんですけど、またそれをすぐひっくり返すっていう、なんともなんかこう一回認めたくせにまたひっくり返すってもう20にも30にも40にもすっごいむごいことなんですよね、当事者に。それがひっくり返したそのセッションの中での話じゃなくて、その後セッションの後ってことですか？ですね。一部しか認めなかったことを何度も電話でしつこく聞いたら認めたんだけど、じゃあそれをもう一回後でこう言ったよねって言ったらまたひっくり返すんですよね。そんなこと言ってないとか、なんかね、そういうのにいちいち傷ついてきていて、だから私みたいに、一度認めてもらってほっとしてそのままっていう人もいれば、最初から全否定されて他の家族からもすごい罵られたりした経験があるっていう人もいるし、だから多分そういうのを知っているからこそ被害者と加害者が直接対話するっていうのを絶対ダメって言ってきたのかなと思って、でもなんでしょうね、もっとこれまでそういう思いをしてきた人とのその事例とか、これからこうやって対話していく中でなんかもっと新しい方法ができないかなっていうのは、このテイク3の間にどんどん考えていき